ですね。ちょっと視界が悪いです。でも今日起きかけの中潮なんで頑張りたいと思います。1番目から上がらんようになったかと。なんでしょうか、貝殻かな。貝殻かなんでしょうかね。とにかく上がってよかったですわ。おお、でかっ、でかすぎ。これはもうのけておきましょう。ああ、怒りの跡かな。これがいいっすよね。これがフグまみれ。これはもう明らかにもう集まってるところ、産卵に集まってるところ通ったんでしょうね。いい鈴木でしたね。もう春なんで鈴木もね、だんだん美味しくなってきてます。夕方だけ入るんですよね。日が暮れたらね、もうあんまり名古屋フグは入りません。まあ一番目にしては悪くなるし、汁のいないコースを通ったつもりだったんで、汁も少なくですね。あと潮が小さい時はあんまり汁いません。フグいいですね。日暮れ前にこんなにいるんなら、日暮れ前この筋やってもいいですね。汁を狙おうか、どうしようかな。フグを狙うか。フグってトラフグですけど、どちらも狙わないことにして違う筋通ったんですけど正解でしたね。まだ名古屋フグ下の方にいると思うんですけど、重いな。2番目も上がらんかと。一体何なんでしょうか。もう貝殻かな、やっぱり。これだから砂地の方怖いんですよね。最近魚探にめちゃくちゃ映りますね。ほら、もうギリギリ拾うぐらいですかね。ああ、まあ一応拾えるか。さっきの甘手とヒラメはもう持っていきました。イカとまあね、よくからね出てくると思うんですけど、まだおいいおかずが。これのね、赤色のやつがいるんですよ。これよりもそっちの方が美味しい。小潮の間ずっとちょっと魚気が少なくて寂しかったんですけど、今日はさすがに潮来てるんで中潮なんでいい。出発からいろいろな魚種が入ってますね。引き続きちょっとボーナスタイム潮の開始なんでもう少しで潮の開始です。頑張っていきたいと思います。よいしょ。2番目はアマテゲタ、ヒラメがグッドでしたね。ああ、こっちか。しかもでけえし。手を入れて取り込むのは危ない。赤ゲタは一番だけだったみたいですね。蚊もいましたけど、あとはエビですか。取れました。おお、デカゴシ2つやな。
すが中潮、めっちゃいいですね。雨止まないですね。すぐ止むと思ったんですけど、なんとエビまで出ました。びっくり。これ先日までの1日分よりも多いです、この時点で。この辺は小川だった筋なんですよね。でももう通りますね。ここがもう全面小川だった筋です。これ映ってるのはほら。でもちょっとさすがにやばかった。今日上がったな。これはもう逃がしてあげたいけど生き残れるんだろうか。ちょっと余ってがグッとすぎる。これだけ余ってだけでもやる価値ありそう。なんと一番になかなか背中まで置くね。いいに違い。全然飲み込める人いない。おっ来ましたね。チヌが飲み込めれてないことにしか目がいってなかった。嬉しい。しかもオスじゃないですか。こんな素晴らしいおまけまで。網破られてないですよね。エイのおかげでチヌとか飲み込まれてないんですけど、とりあえずヒラメだけ救出して、こっちはちょっとリリースしておきましょう。やったー。絶対白子もう見た感じがそう。もうそうですね。来ました。ちょっともう一遍狙ってみましょう。証拠の白子まで。オスがいるということはメスも来てるはず。こんな甘くねえか。潮がいいんで明らかにもうフグ狙わない方がいろいろ取れそうですけど、フグ狙ってもこんな感じなんで。でもここはフグを狙いたい。気配はなし。一旦かわしてます。ボーナスタイム待ちです。まだボーナス前なんですけど、今日みんなと思ったカニが宝石なしですね。これはもう4月後半ですから、今年はでもまあ過去3年に比べるとまだ遅い方ですね。早い時は4月10日には見えてたような年がありますね。おお、でかいオスですが。
り出しましたね、ボーナスタイム前に。干潮3時間前、ボーナスタイムとなってくれればいいですけど。おお、カニか。引き出しなのかな。塩のとろみなんで道具がよく火につくんでしょうね。こういう底門のカニがやっとオスですけど入ってくれてますね。これはメス。あとはこれも底門の余って。ボーナスタイムとなったようですね。ヒラメ来とるし、手長来とるし、手長なんか今度塩のとろみしか入らないですよね。こっちもカニいましたけど、これはちょっと小さすぎかな。こっちでここで多いですね。やっぱ底門がよう入ってますね。よいしょ、取り込み成功。大凧の子激減してますよね。いいっす。やりましたね。完全なボーナスタイムですね。これは素晴らしかった。ではボーナスタイムまだ続いてると思うので、狙いにカニまでおるし、信じられん。さすがボーナスタイム。いったー、2つ目。下りの方がカニおるんか。潮とろむ前からカニが入り出しましたね。うわ、カニすごっ。急に同じとこやっててもこの違い。本日2つ目もこれはオスですね。嬉しすぎる。これサムネかな。もう一番フグと思ったら負けてしまいました。帰ります。上手ですね。こちらをご覧ください。なに真っ二つやん。またやってますか。ね通算200本目ぐらいかな。直しながら付け替えながら帰ったんよ。2時20分にやってしまいましおた。疲れ様です。また休みにはい溶接するんでちょっと持つだけ持って。はい。今日はおお、こっちでいい。こっちで。こっちがなんかどこで持った。はい。あとアマテにカニにエビにゲタに、まあなんやかんやイカにタコに。中潮だけ1年多いかと思ったら少なかった。というより狙わんかったんです。なんでだと思いますよ。取ってくれんかもしれんけん。違いますな。ちょっとさんもう意識にないですね。何がです全く意識にないですね。か。はい。4月だというのに。いいですか。おお。これが見えたけん狙わんかったんです。こっちを狙ったけんやりました。一つじゃないんです。何。あれちっちゃいけど返しだけ、潮の返しだけだった。どうかなってやっあ、潮のとろみから下り返しまで。たか。じゃおお、ほんまじあゃ。
完璧ねを狙ったら負けたんです。あらまあ、お疲れ様でした。でもやりました。やりましたね。双子じゃないけど双子。急いででは振りに行きましょう。はい、はい、お疲れ様でした。皆さんどうも今日もお疲れ様でした。グレンモーレンジスコットランドのウイスキーです。これまた視聴者さんがおすすめしてくださったので買ってみました。18年頑張って買いました。ただ12年でも十分美味しいそうです。石器のいい加減の大きさの親面2枚分。おお、初めてなのでまずはこのままいただきます。おお、深い前回のシーバスリーガルのような甘さはきませんけど、香りとコクっていうか深みが、これこのまま飲んだ方がいいんじゃねえかな。ただやっぱり疲れてますのでごくごくいきたいんでハイボールにします。おお、これはこれで美味しそうですね。いただきます。もう香りがとにかくウッディーさがきつくない感じの香りがもうめちゃくちゃいい匂いですね。これ何の樽でいってるんですかね。何の樽を使ってるのか知りたい。ちょっと後で調べてみましょう。いや、これはちょっとびっくりしたな。たまらん。本当に教えてくださった皆さんありがとうございます。過去ナンバーワンかな。過去って言っても大して本数飲んでませんけど、夜市超えたなこれ。これです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近キスがポロポロ入るようになりまして、浅いとこにいますね。キスはこう背になった浅いこのてっぺんによくいます。ミニ天丼作っていきたいと思います。キスはでかい。これは舞茸ですかね。大葉、人参、あとねこれ西貝、すだれ貝のこれ車エビ。車エビがね最近入るんですね。この時期に車エビちょっとあんまりいた覚えがないんですけど、今年はねこれぐらいのサイズのね車エビが入るんですよね。こう酔ってたらね下から出てくるんです。今日の塩はこちらでいきたいと思います。塩次郎の塩です。土佐の塩ですね。これもね手に入りませんね。テレビで紹介されて大人気になったんで手に入らなく なりました。黒の方がねちょっと高いんですけど、今日はピンクを使っていきたいと思います。なぜならピンクの方が好きだから。ピンクの方がね粗塩なんですよね。粒がねもう粗い方が花びらのように、フランスではフルールドセルっていうらしいですけど、しょっぱさよりもね先にねうまみとかその塩の持っとる味、苦みとかそういうものがね先に来るんですよね。こう砕いてるちっちゃい粒だとですね、こちらの黒の方はそうなんですけど、塩の粒が細かいとですねやっぱりどうしても最初にねしょっぱさが来るんで、他のね旨味をね塩の旨味をね感じにくいんですよね。皆さんもねちょっと試してみてください。粗塩とサラサラの塩の違いを。ではいただきます。やっぱりキスがメインなんでキスで一度尺キスというのを見てみたい。これはですね本当にやばいぐらいうまい。キスとハムはでもやっぱり天ぷらが一番ですかね。車エビいただきます。もちろん車エビなんでめっちゃんこうまいんですけど、キスがちょっと美味しすぎて車エビが物足りないぐらいの感じですね。キスは圧倒的すぎるなこれ。明日もですねフグ狙って、狙うとねちょっとね博打要素がかなり強いんですよね。今回のようにねもう開始の時間にバッと他のものも入るような時にフグも入るのは入るんですけど、通常狙ってるとねほんとあんまり量がパッとしないでですね、うまいことフグを狙って次回も頑張ってみたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとやっぱりこの揚げ物はな、しょっぱい塩が合うわ。あとこれのうまさが尋常じゃない。
ちゃんと書いてました。オークカスクとシェリーカスク。オークとシェリーの木の樽ですね。しかもスペリアって書いてるんで、特別の厳選されたような木で作った樽で熟成されたということなんでしょ